まず左上のネタがですね、氷見で取れたメジマグロですね。でその横がアオリイカ、はい、でエビが甘エビ、その横ですね、細い昆布乗ってるんですが、ヒラメの昆布締めにしてあります。で肝乗ってる白身がこれカワハギです。はい、海苔巻いてあるのがバイガニ、はい、こっちでという巻き貝です。はい、でカニがベニズワイガニ、でその横が氷見寒ブリはもう終わっちゃったんですけど、はい、氷見で取れたブリですね。氷売りです。はで昆布で巻いてある軍艦が白エビ、はい、で最後ですね、ちょっと軽く炙ってあるんですが、これ黒ムツの炙りです。へでこれいわゆる、はい、ここが富山湾ってことですよね。そうですそうです。はい。で氷見がこの辺ですよね。そうですそうです。はい。富山市はこの辺ですか。そうですね。エビの付け根。エビの付け根ぐらい。はい、これちょっと置いてますか。すごいもう。このやつはなるべく出さないようにして。すごいしっとりしてるんで。イカもねっとり系だ。富山といえば結構昆布締めがやっぱり昆布使ったお寿司が多いですね。昔の北前船のおかげですね。これどんぐらいやってるんですか、昆布。これで3日。あ、そんなに。はい。肝がすごい赤い。ほっこりするわ。富山湾あたりは特にハマグリとかアサリとかの生息はいくらかはいるんですけど、たくさんいない。だから潮干狩りができない、そういう海ですね。50メーターから100メーターにその3メーター200メーターも来てるんで、貝が育たない。貝が落ちたら終わりだから。海系はバイナリーですね。これを見ると富山って感じがします。この昆布の軍艦。これは何昆布っていうんですか。スライスしてペラペラに乗って、それをまだ合わせてるんですよ。とろろ昆布を板状にして。天然のいけすっていうキャッチコピーめっちゃいいっすね。天然の生贄っていうでしょ。ちょっとね、あれ漢字間違え読めない人だとね、生贄って何？黒ムツの地物なんです。もちろん。黒ムツなんかやっぱ赤ムツのイメージが強いんで。そうね、ノドグロがちょうど今産卵の時期に入って。さっきそのもう寒ブリのシーズンは終わったっておっしゃったじゃないですか。はい。ブリと寒ブリってなんかその定義があるんですか。違います。それは何ですか。氷見寒ブリっていう、はい。これ宣言もするんですけど、はい。終了宣言っていうのがあって、漁協の方と、仲買の方と、あともう一つなんか組合の方が油の乗りと、あと大きさ、まとまった量が取れるかっていう、その3つを兼ね備わった時にこの氷見寒ブリ宣言があって、でその終わりのタイミングはやっぱ油の乗りがだんだん抜けてってる。今日も14.7キロとかでっかいのはいるんですよ。ただやっぱりその全盛期の油ではない。
平成23年度はいからはい毎年こう24年度、25年度、26年度とあったんですけど、27年度だけ冠宣言なかったんですよ。へえ。全然取れなかった。それはねいらっしゃいませ。宣言がなかった年っていうのはなんかやっぱ環境のあれですか？全然ね、本当取れなかったんですよ。本当不良だったんですね。で、2本だけ取れた時に競りかかったのが大体キロ3000円ぐらいですよ。だから1匹30万ですよ。こんなのどこに売るんですかですから、氷見とか新湊とか海沿いの地域は結婚した年にお嫁さん側から旦那さん側にブリを送って半身返しで帰ってくるんですよ。嫁ぶりっていう風習があって、嫁ぶり半身返ししてお互いに同じブリを食べて親戚になるよという意味だ。紅ズワイガニと普通のズワイガニは違うんですか？繰り返すと裏白いのがズワイガニ、はい両方とも赤いのがズワイ裏も赤いんですか？ガニ、はい、両方赤い。へえ。この10貫でおいくらでやってらっしゃるんですか3850円です。税込みです。はい。お店自体はどれぐらいなんですか今？ 7月来たら55年です。55年目。親父さんは初代ですか？で2代目。ああすごい。夜帰るからごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。失礼します。美味しい。お出汁がまたいいですね。味濃いめで。美濃寿司さんの店名の由来って、それはね、自分の親父がミノルっていう名前で、ミノって言われてるんですよ、築地で。それで、ミノの父親の名前とミノを取って、で、当て字でミノ寿司で。手抜きで見たやつですね。あ、美味しい。生姜が合う。からすみの塩気と大根のさっぱりシャキシャキ、この組み合わせは合うぞ。もともとその本店というか元祖はそこで父親は開業して、で体を壊して30年ほど前に富山に移った地元の、今のこの店は今ここは移どれぐらい？転したんですけど、移転して今6年ですね。その前は、その前はもう少し駅寄りのところで丸の内1丁目で、あ、そうなんですね。美味しい。ポン酢いいっすね。あ、いい。未おろし美味しい。昆布しっかり。ブリンブリンですね。これは10キロぐらいですね。油がすごい。天然のブリだからあんまりやらしい油がねないですから。
これに羽は絶対合うでしょ。キングオブ北陸ネタふっくらそのタイミングは元カノちゃん甘い。お客さんはでも県外と県内の割合はどんな感じですか？うちは4割くらいは県外のです。4割県外、はい県外の方は東京とか大阪が多いんですか？やっぱり東京大阪ですね。ただこれ朝どれだから本当は少し寝かすともっと大きかったな。今日のこれそうですね。フレッシュすごいですね。あんまりうちは寝かしたりしないですよ。確か後半のなんか油の回り方が全然違うんですよね。重厚感がある。まあで別物ですよ。ね、どっちが美味しいというよりは。それぞれに良さがある。私なんか金がいい。僕一番右がいいです。はい。 2番目の金。日本海の海の色をイメージしてます。あ、美味しい。柔らかい。バイ貝ってこんな立派なんですね。今は結構大きなものですね。バイ貝ってはいどうやって取れるんですか？よく今の時期だとカニを取るためのカゴの中に入ってました。うんま。甘いですよね、バイ貝。甘みが独特な甘みがあるんですね。これしっかり仕込んでないとね、独特の臭みの出るネギを周りにまとうんですよ。貝の仕込みってなんか塩当てたりとか、塩もみしますよ。まあ地物たくさんいただけて、富山はやっぱりお寿司屋さんから見てもかなり恵まれた漁場ですよね。いやバイ貝が一番好きでした。いやでも美味しかったです。ごちそうさまでした。